バーリー何杯ですか？2杯目です。で、普段は朝食べない人だったんですけど、栄養バランスも良くて美味しいので、朝とか夜の楽しみで毎日。手冷たくないですか？大丈夫です。今僕らがやってる寮は大学が4大学ありますので、はいまあ、そこの方たち向けの、はい学生寮をやっているっていう感じですね、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いします。長瀬さんの一日の流れっていうのを。朝、いまあ、雪かきやったら雪かきして、まあ、事務仕事して、カフェのランチ作って、夕食の仕込み入って7時からバーのイベントがあるので、準備して、はいっていう感じですかね、仕事内容的には。そこがもう45年同じなんですね。今日は使わないですけどね、今後毎日使いますね。だいぶもう作ってるね、仕込みは。カフェの方ってどういったメニューがされてるんですか？皆さん寮のメニュー食べてみたいことが多いので、まあ、ご飯ベースに一汁三菜で、その一汁を豚汁にして一豚汁三菜というか、はい。長瀬さんで3代目になるんですそうですね、3代目ですね。10年目になるんですよ、ちょうど。大学卒業した後は東京で不動産やって2年間、その後オーストラリアで料理2年間、全く料理したことなかったんで、履歴書配りまくって、まあ、ホテルに入ってるメキシカン料理みたいな感じだったんですけど、はい、あんま食べたこともない料理を最初やったって感じでしたね。煮物は学生にも人気なので。これ青森の四国米ってやつですね。
こちらのカフェはいつオープンされたんですか？ 2年前の10月16日ですね。ここら辺は学生街にもかかわらず、飲食店が続かないんですよね。もともとここは祖父母の家だったので、まあ家賃とかランニングコストかからないので、であればうちがやっても面白いんじゃないかっていうのが一つのきっかけですね。一緒に入ってきても大丈夫。もちろんです。す。同じタイプですけれども違ったお部屋をご案内いたします、もう7時ぐらいから食べれるようにしますので、ただ徐々に暑くなってきているので病気になった時とかに買うことがちょっと億劫だと思いますので、はい気候が全く違うので、そうですね。は私はこうって来年からですか？はい、来年からです。思ったより綺麗でびっくりしました。そうですね。その後僕ありがとうございます。またお待ちしてます。今日は生姜焼きやろうかなと思ってました。毎日即興です。弁当だけは。日曜日お弁当のランキングね。お願いします。やっぱ端材がいっぱい出るんで、その端材を利用してブロードってなんか出汁みたいなのを作って、例えばカレーとかこういった時炊いたりする、そういったものに使って皮とかも、まあ、栄養素とかもねちょっと無駄にならないことで料理に活用してます、パスタ入ります。これ300。入れ肉。日曜日のお弁当ですね。125人分あるんで、それの仕込みですね。観音にしようかな。観音で。これどういう味付けにしようかな。
けといて焼く前にちょっと皮目に蜂蜜塗ってあげて、漬け込みの料理の方が水分量多いんでお弁当に入れてあげても柔らかさっていうかジューシーさが残るんで、はい、こんな感じですね。よし。ちょっと最後だな。ちょみさんいいですか？あ、なんかもう一回ですね。もう一発だけ待ってください。申し訳ないです。片栗振っちゃってください。片栗、はい。ましょう。大丈夫。うん、大丈夫だと思います。
いしょ。ごちそうさまでした。こんばんは。いただきます。毎日食べられてるんですか？はい。美味しいです。美味しいです。大学2年生です。普段は朝食べない人だったんですけど、栄養バランスも良くて美味しいので、朝とか夜の料理も楽しみで毎日。そうですか。今日金曜日の朝。はい、何杯ですか？ 2杯目です。ここの量はどうですか？住み心地は。住みやすいです。最初から IH ついてて洗濯機もついてるから結構楽ですね。駅1分だし。そうですね。戻ってこられてから入居率は結構上がったっていう話聞いたんですけど、はい、男子寮は 50% ぐらいだったんですけど、3年で 92% ぐらいにしました。はい。子供の頃からここを継ぐっていうのは決めてたんですか？いや、決めてないです。うちのね、入居者数が悪かったんで、まあその時オーストラリアにいたんですけど、その時母からメールが来て、帰ってこないかって言って、じゃあそれ帰ろうと思いました。だから今までのね、職業が全部寮の職業だったので、不動産と料理というか、まあ、だからやることに対してはあんまり悩みはしなかったですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、私もちょっとだけ寄っていくので、あ、そうなんはい、ですね。また。朝8時半から12時まで働いておられるんです。日によっては朝6時半から12時ぐらい。そういう感じですね。ピラティス。息子さん戻ってこられてどうですか？10年。父親も入った時からずーっと見てるので、なんとなく自然に入ってきましたね。一つの遊び場であって、でそれが仕事場に変わったっていうことであって、私がそろそろ手をついてもいい頃なんじゃないかなって最近思うぐらい、だいぶいい感じで今来てると思いますね。今日は長いことありがとうこちらこそありがとうございました。またいらっしゃってください。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。